オマイ風へ。アジアの反応は一言で日替わり現象。タイ、韓国、台湾なのにトレンドに同じ名前藤井風が毎日並ぶ。でも加速させたのは SNS のリアクターたち。切り抜き、翻訳、ダンス、カバー、自然発火か仕掛けか、10分でサクッと海外の生の声を見てみましょう。第5章、アジア太平洋圏爆発。 This is crazy but anything for Fujikaze. クレイジーだけど藤井風のためなら何でもするよ。アジア太平洋地域での藤井風人気はまさに爆発的という言葉がふさわしいものでした。このショーでは東南アジア、オセアニア、そしてインドでの驚愕の反応を詳しく分析していきます。タイでのバイラル現象、全てはタイから始まりました。2022年7月、死ぬのがいいわがタイの Spotify バイラルチャートで1位を獲得。これが世界的ブレイクのきっかけとなったのです。タイの音楽メディアは、楽曲はタイ人を理由もなく泣かせる。バンコク在住の大学生21歳、初めて聞いただけで心に残った。意味はわからないのにタイでの人気は他の東南アジア諸国にも波及しました。マレーシアでの熱狂。クアラルンプールで開催されたベストオブ藤井風2020-24アジアツアーでは想像を超える熱狂が起こりました。現地参加者の証言、風は何度も観客とアイコンタクトを取り、国際的な観客と一緒にいる体験を愛しているように見えた。マレーシア人ファンの教師26歳、このコンサートのためだけにペナンからクアラルンプールまで来た。お金を払う価値があった。同公演にはアメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、タイ、フィリピン、シンガポールなど様々な国からファンが集まりました。オーストラリア人ファン28歳、こんなのクレイジーだけど藤井風のためなら何でもするわ。このような熱狂コメントで溢れています。シンガポールでの記録的成功。シンガポール公演は大規模会場で開催され、多数の観客を動員したと報道されました。海外主要紙藤井風のシンガポールコンサートは異文化間音楽コミュニケーションのマスタークラスだった。現地参加者の銀行員32歳、普段はコンサートで泣いたりしないが優しさを演奏した時は我慢できなかった。フィリピンでの文化的インパクト。マニラ公演についてはビルボードフィリピンが詳細なレビューを掲載。藤井のような人物によって擬人化された音楽の最高傑作を目撃する稀な機会。生まれながらのパフォーマー、一生に一度のアーティスト。フィリピン人ファンの看護師24歳、彼の音楽がパンデミック中に私を助けてくれた。ついに生で見ることができて夢が叶ったよ。インドネシアでの SNS 現象。インドネシアでは TikTok を中心とした SNS 現象が起こりました。インドネシアのエンターテインメントメディア藤井風は魔法のような声でインドネシアの音楽ファンの心を魅了した。ジャカルタ在住の大学生20歳、クラスメート全員が死ぬのがいいわを知ってる。オーストラリア、ニュージーランド、オセアニア地域でも大きな反響がありました。シドニー公演参加者のオーストラリア人の IT 企業勤務35歳、人生で数百のコンサートに行ったがこれは間違いなくトップ3。彼の声の感情はただただ信じられない。メルボルン在住の音楽教師29歳、今は授業で藤井風の音楽を使っている。生徒たちが大好きなの。ニュージーランドの音楽ブロガー藤井風は私が本物の音楽で愛する全てを表している。偽りはなく純粋な芸術だけ。インドでの驚愕の人気。インドでも大きな人気を獲得しています。ムンバイ在住のインフルエンサー、インドから愛を。彼の音楽は全ての文化的障壁を超越する。デリー在住の IT 企業勤務31歳、Spotify のおすすめで彼を発見した。今は彼の音楽のおかげで日本語を学んでいる。韓国での特別な反応。韓国では K-POP ファンからの流入が特徴的でした。ソウル在住の大学生22歳、最初は K-POP だけ聴いていたが藤井風を知ってから J-POP にも興味が生まれた。韓国の音楽評論家藤井風は K-POP とは全く違う魅力がある。より個人的で真摯だ。専門家による分析。アジア音楽市場の専門家、国立大学の音楽社会学教授藤井風のアジアでの成功はパラダイムシフトを表している。もはや西洋の承認ではなく真の意味でのアジア間文化交流についてだ。音楽配信データ会社レポートによると東南アジアでの藤井風のストリーミング数は前年比 1200% 成長している。このアジア太平洋地域での圧倒的な支持は同時多発でした。さらに火に酸素を送ったのは
第6章 SNS リアクター感動の嵐、誰がどう広げたかを具体的に追っていきましょう。彼の声は私の魂に触れた。全世界120万登録者の証言。リアクター界での現象。藤井風のリアクション動画は SNS 上で一つのジャンルを形成しています。世界中の SNS リアクターたちが藤井風の音楽に感動し涙を流す姿が連日アップロードされています。このショーでは各国の人気リアクターたちの生の反応と感動の証言を詳しくお届けします。海外の大手リアクター、イギリス系リアクター藤井風の花を初めて聞いた時の反応。藤井風って誰なの？彼の声は別次元だ。藤井風の新曲花への初回リアクションで、これは今年聴いた中で最もチルな楽曲の一つかもしれない。史上最もスムーズなボーカルとともに、この動画は公開から1週間で200万回再生を記録しました。コメント欄には50カ国以上からの感動コメントが殺到。アメリカのファン、このリアクションで風を発見した。今は夢中になっている。イギリスのファン BGR が私に今まで聞いた中で最も美しい声を紹介してくれた。アフリカ系リアクター8校のリアクション動画で涙を流しながら、彼は私の心を優しく包んでくれる。フランスのリアクター、もし私の立場を代表できるチャンネルがあるとすれば、それは藤井風と彼の音楽だろう。この動画のコメント欄、あなたのリアクションは私たち全員が風の音楽について感じていることを完璧に捉えている。メタル系リアクターの衝撃。メタル専門リアクター登録者60万人。メタルボーカリストが花にリアクション。藤井風がまた花でやってくれた。大好きだ。彼は私の人生でとてもポジティブで気分を上げてくれる人だ。そして音楽的にも本当によく機能している。メタルファンからの予想外のコメント。メタルヘッドだが風の音楽はヘビーミュージックでは決してできない方法で私の魂に触れる。国際的リアクター軍団。トルコ系リアクター登録者80万人。藤井風のとても素晴らしいパフォーマンス。とてもスタイリッシュでカリスマ性があり、とてもクールなパフォーマンス。彼は日本から、そしておそらく世界中の私のお気に入りの一人だ。ブラジル系リアクター登録者75万人。プリマの MV について、魂を揺さぶる映像はタイのチェンダオ地区で撮影され、再生、精神的愛、癒しという楽曲のテーマを完璧に捉えている。各国のローカルリアクター、韓国の人気リアクター藤井風の音楽は K-POP とは全く違う魅力がある。より個人的で真摯だ。インドのリアクター、インドから愛を。彼の音楽は全ての文化的障壁を超越する。これがグローバル音楽のあるべき姿だ。フィリピンのリアクター藤井風は私をアジア人として誇らしく思わせる。彼の成功はアジアのアーティストがアイデンティティを失うことなく世界を征服できることを示している。感動的なコメントの数々。リアクション動画のコメント欄には世界各国から感動の声が寄せられています。人生を変えられた体験談。うつ状態だったが藤井風の声が私の人生を救った。音楽に言語はなく感情だけがある。45歳だが藤井風が音楽への信念を取り戻させてくれた。文化的発見の喜び。これらのリアクションのおかげで藤井風だけでなく日本文化の美しさを発見した。彼の音楽のおかげで日本語を学び始めた。今は彼の歌詞の深さを理解している。リアクターコミュニティの形成。藤井風のリアクター同士がコラボレーションする動きも活発化しています。複数のリアクターが同時期に同じ楽曲を初回リアクションする企画が話題となっています。音楽教育への影響。リアクターたちの中には音楽理論的な分析を行う教育系チャンネルもあります。音楽理論系 YouTuber 風のハーモニー進行は教科書的に完璧だが彼の感情的なデリバリーがそれを新鮮で革新的に感じさせる。ピアノ教師系 YouTuber 彼のピアノテクニックは独学だが多くの音楽院卒業生より良いフレージングを持っている。業界への影響。これらのリアクション動画は音楽業界にも影響を与えています。音楽マーケティング専門家。リアクション動画は新しいラジオになった。藤井風の成功は影響力のある YouTuber からのオーガニックなリアクションに大きく支えられている。この圧倒的なリアクターコミュニティでの支持は具体的にどのような数字として現れているのでしょうか。次
回予告。次回第7章では世界の音楽業界で最も影響力を持つ専門家たちが藤井風をどう評価しているかを詳しく分析していきます。ラストの第8章では藤井風のグローバルインパクトを次回も10分動画で詳しくサクッと分析していきます。いいねとチャンネル登録をいただけると次回の動画の通知が届きますので、ぜひぜひあなたの「オーマイ風」もコメントで教えてね。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。